はい、皆さんどうもこんにちは。前回に引き続きもう一個だけね、四国の動画を上げます。今回は四国をロードバイクで一周して、いろんなお店、いろんなところに寄ったんですけども、その中でいわゆる項目、種類別にランキングをつけてみました。はい。なので今回は四国の行ってよかったところランキングトップ3例外ありやっていきたいと思います。はい。全部で1、2、3、4、5用意しました。ぜひね、四国行ったらね、ここは本当に良かったから行ってほしいなっていうぐらい個人的に気に入ったところといろいろご紹介していきたいと思います。全部で5つありますけども、まずは宿、そしてご飯、カフェ、絶景、そして最後癖ですね。以上5つのですね、ランキングをね、紹介していきたいと思います。まずは良かった宿ランキングトップ3をやっていきたいと思います。はい、僕個人的にね、ツッチーは関係なく僕個人で今回やっていきますけども、11泊してきてですね、ここは良かったよね、もう一回泊まりたいなって思えるぐらい本当にいい宿だったところをですね、紹介します。まずトップ3です。琴引回廊。はい、こちらはですね、2日目かなに泊まった宿になりますですね。食事とかできるようなでっかい温泉施設が古いアパートかマンションを買い取ってそれをリノベしてシェアハウスみたいな感じで宿として提供しているようなところです。はい。とにかくですね、壁紙の癖が強い、はい、感じでですね、あたかも、これ古いんだろうなっていう感じの雰囲気なんですけども、ただただ面白い。そして施設がめちゃくちゃ充実してました。洗濯機があったりとか、洗剤もあったりとか、部屋もね、2つ 2LDK か 3LDK ぐらい、かなり広くてですね、普通にたくさんの人数で来てもね、全然対応できるんじゃないかなっていうぐらい、非常によくできたホテルだなと思いました。家族でも泊まれなくはないかなっていう感じでした。温泉も近いので、温泉入って飯食ってそのまま即、家に帰るというようなこの神ローテーションができるので非常に良かったです。値段もねそんな高くなくてベリーグッドでした。弱点を1個言うならば、僕は気にならなかったけれども枕がとても高かったそうです。ツッチー枠なので全然寝れなかったとツッチーは言ってました。はい。ってな感じでね、どんどん行ってきますよ。トップ2番はですね、黒潮本陣になります。はい。本陣来ましたね。今回の旅で最も高い宿だった、2万円ぐらいのね1泊宿だったんですけども、それももちろんね朝夜着くんですが、黒潮本陣というだけあってですね、すごくこうお城のような風情のある趣のある宿でしたね。とてもやっぱり値段が高いだけあっておもてなしがとてもすごかったです。すごい神おもてなしだし、ご飯めちゃくちゃうまい、超絶豪華なコース料理だったりとかで非常に良かったです。海の目の前に宿があるので絶景ですし、温泉も超気持ちいい。この上なくリッチな気分になりました。はい。これもね一つ弱点を1個言うと Wi-Fi がちょっと遠いかな、弱いかなっていうのが正直なところですね。ということでね、次ベスト1位紹介します。1位はですね、皆さんはどこだと思いますかね。はい。動画見ていただいた方はここかなって思う人もいるかもしれないですけども、1位はペンション獅子食いです。はい。ペンション獅子食いはマジで良かったです。はい。獅子食いっていうサーファーの聖地ですね。世界的に超有名なサーファーの聖地があるんですけども、そこでログハウスをねいくつか建ててて、そこに泊まるといった、ペンションになります。もともとオーナーさんがなんか自分でログハウスを組み立てたようで、こんな感じの小屋じゃない、もうガチなやつですね。自分で建てたようなログハウスにベッドがね5個ぐらい並んでるようなところなんですけども、ハワイにずっと住んでいたオーナーさんがやっているので、やっぱハワイアンテイストなんですよね。なのでご飯とか音楽とか朝ごはんとか超なんかハワイだったしあれここ日本だよなみたいな、それぐらいのレベルで超なんか優雅なひとときを過ごせました。いや正直家族で行きたいなって思っちゃうぐらい本当にいい場所でしたね。静かで良かったです。はい。てな感じで宿ランキングはこんな感じ。続きまして2つ目、良かったご飯ランキングですね。大事ですよね。はい。良かったご飯ランキング、これはね相当僕ら飯食ったんで
ちょっとトップ3じゃ決められなくてですね、申し訳ない。これだけね、トップ5にさせていただきました。はい。だって、1日3食食べて、かける11なんで、33回食ってるんですよ。その中で3つ決めるのはかなり難易度が高くてですね、今回ちょっと申し訳ないんですけども、5つ絞りました。はい。これでも結構絞りました。じゃあ紹介していきますね。トップ5は、ウトウークです。はい。ハンバーグステーキレストランでした。ここはね、とにかく肉がうまかった。肉ランキングは間違いなく1位かなっていうぐらい本当に美味しい和牛を使ったね、ハンバーグを食べました。そして、動画にはしてないんですけども、お姉さんがすごく良かった。なので、今回5位で申し訳ないんですけども、それでも5位でちょっとね、紹介させていただきました。ぜひね、試してほしいです。でもって、次は、門福です。門福で合ってるかちょっとごめんなさい。言い方間違ってたらごめんなさいんですけども、これは最終日に道後温泉に到着した夜に食べた場所になります。どうしてもやっぱり鯛めしが皆さんイメージしちゃうと思うんですけども、正直僕ら相当今回の旅で海鮮食いまくったんで、ちょっとそろそろ味変したよねっていうんで、中華に行きました。はい。道後温泉のちょっとね、ピンク通りの近くにある中華レストラン、中華の居酒屋なんですけども、ここはかなり美味しい中華でしたね。オーナーさんと奥様かな、2人でやられてるんですけども、めちゃくちゃ美味しい中華で、そこの、担々麺、麻婆、いろいろね、がっつり今回ね、食べましたけども、どれもこれも最高に美味しかったですね。四川な感じでめちゃくちゃうまい。鯛めしもいいけど、個人的にはこっち食ってもいいんじゃないかなっていうぐらい、かなりクオリティの高い、美味しい中華でした。オーナーさんともちょっといろいろ話して、特別にね、四国一周してきたんすよっていろいろ話したら、ビールご馳走してくれました。その時はありがとうございますという感じなんですけども、そんな感じで第4位は、道後の門福です。そして続きまして、第3位、ようやくトップ3です。パッパいきますね。第3位は、穂積亭です。宇和島の穂積亭。これは最強にうまいですね。ここで初めて刺身系の鯛めしを食べました。他にもね、じゃこ天とかいろいろ食べたんですけども、最強にうまいですね。本当に美味しい居酒屋でした。店内も趣があってすごくいいし、店員さんも地元のおばちゃんなのかな、着物しっかりとね、衣装を着てて、すごい雰囲気も味も最高でした。はい。ぜひね、宇和島で鯛めし食べたいなら僕は、穂積亭いいんじゃないかなってすごくね、人におすすめできるぐらいいいご飯でした。そしてトップ2は、瓶ビアです。はい。瓶ビアはですね、サポートライダー、カーソンさんと一緒にね、走った時に食べた、地元のライダーめっちゃおすすめしてくれました。海鮮のご飯どころですね。めちゃくちゃうまいです。本当にね、瓶ビアはマジでうまかったですね。僕は、味噌汁とか、いわゆる定食を頼んだんですけども、味噌汁が一番うまかったかなっていうレベルでこんなうまい味噌汁は食ったことないっていうぐらい、本当に美味しい味噌汁でした。で、他にもですね、刺身も最高、天ぷらも最高、ご飯も最高っていうことで、メニューがね、ずらーっと並んでるんですよ。定食屋みたいに。もう右から左まで全部攻めたいなっていうぐらい、本当にクオリティの高い美味しいご飯でした。四国一周行く人はぜひと思いました。はい。それ最後は1位はね、マジで相当迷ったんですけども、また食いに行きたいなって思った時に、パッと頭に浮かんだのがこの店でした。柳川うどんです。はい。香川のうどんですね。うどん屋さんいっぱいあって、あちこち行けてないんですけども、香川県の朝市で食べたうどん屋さんで、全然大きなうどん屋さんじゃないんですよ。本当に地元のローカルうどん屋さんだったんだけど、本当に優しくて、あそこだったら毎朝食ってもいいなっていうぐらい美味しいうどん屋さんでした。優しくこう包み込まれるようなうどんでしたね。地元の多分お客さんも本当ファーストフード感覚ですよね。バッと食って行ってきますみたいな感じで、多分会社とか仕事も行ってたと思うんだけども、なんやかんや刺身とかも最高にうまかったし、叩きも超うまかったし、他にもいろんな美味しいものいっぱい食べたんだけども、もう一回食べたいなってなった時に柳川うどんが出てきたんで、今回1位にさせていただきました。はい。おばあちゃんのね、お母さんがいたんですけども、末永くね、うどんを作り続けてほしいなと思いました。はい。ようやくカフェランキングに行きます。バンバン行きますよ。
良かったカフェランキング、サイクリストとカフェは最高に相性がいいと思いますし、ぜひ皆さんはね、いいカフェいっぱいあったんで寄ってほしいんですけども、その中でも良かったところをいくつか紹介します。トップ3は、シェイドツリーコーヒーです。はい。これはですね、四万十の時に寄ったコーヒー屋さんですね。あんまり営業してないんですよ。行く時は必ずね、サイトとか見て営業日を確認した方がいいと思うんですけども、いわゆる四万十川の近くの斜面に頑張って作った小屋みたいなカフェですね。そこのレモネードは一番美味しいレモネードだったかもしれないですね。他にもね、フレンチモンスターっていうお店でレモネードも飲んだんですけども、僕個人的にはそこのシェードツリーコーヒーのレモネードは最高に美味しかったですね。もうリピしたい。本当で、雰囲気も最高。女子受けも抜群だし、おしゃれな人、意識高い系の人も間違いなく好きだなっていうぐらい目の前に四万十川が広がっていて、まさにシェードツリーですよね。木陰にあるカフェっていう感じで最高のカフェでした。はい、次はですね、小籠包屋さんですね。初日に行ったドライブスルー小籠包のお店でございます。はい、こちらはですね、カフェというか、レストランではない、カフェということにしとこうという感じなんですけども、中国のね、お姉さんがやってるようなところで、僕らは小籠包とタピオカのアイスクリームを食べましたけども、味よし、雰囲気よし、癖が強くてよしというような感じでですね、サイクリストにとってもすごく立ち寄りやすいスポットとしていいかなと思って今回2位にしました。はい、ロケーションもね、すごい最高でした。そして今回行ってよかったカフェランキング堂々1位はですね、みんなのコーヒーになります。はい、ここは本当に良かった。オーナーさんも従業員のね、男性の方が従業員なのかな、2人とも自転車好きだし、バイクも好きだし、話もね、すごく楽しかったし、ロケーションも最高。瀬戸内海の海風がふわーっと来てめちゃくちゃ気持ちいいし、なんといってもコーヒーの味がマジでうまい。本当にあんなうまいコーヒーはしばらく飲んでないなっていうぐらい美味しいアイスコーヒーでした。アイスコーヒー結構ね、いいやつとか高いんですよ。5、600円とかするようなアイスコーヒーもあるんだけども、僕らおかわりしましたからね。それぐらい本当に美味しい。で、ちゃんとフォトスポットもあったりとかしてですね、サイクリストにぜひ行ってほしいカフェというような感じでございます。はい。ぜひね、行ってみてください。そして4つ目、行ってよかった絶景ランキングですね。絶景だらけのこの四国の旅だったんですけども、その中でもここはマジでトップ3だなと入れてもいいなと思うぐらいいいところ3つ一応用意しました。1つ目はですね、鳴門っていうところにあるですね、よもて展望台というところになります。はい、僕らが行った時は残念ながらめちゃくちゃ天気悪かったんだけども、天気が悪くても分かる、それぐらい絶景でした。はい、本当にぜひともね、天気がいい時にリベンジしたいなと思えるぐらいすごく素晴らしい景色でした。そしたらね、第2位です。第2位、絶景ランキング第2位なんですけども、室戸岬になります。はい、室戸岬のね、南東にあるんですけども、そこからこの4、50キロあたりは神ですね。最高に気持ちよかったです。あんな気持ちのいい海沿いはなかなか巡り会えたことがないなっていうぐらい超気持ちよかったです。信号がほぼなし、ほぼゼロに近いぐらいなしで、平坦もしくは下り基調か平坦みたいな、それぐらいほぼフラットで、道も幅も広くて車通りもそんなに多くないで、めちゃくちゃ綺麗な道ということで、僕生まれて初めて TT バイク欲しいなって思っちゃうぐらいですね、最高の場所でした。難点を言うなら、お店はほとんどないかな。だからそれはまたいいところかもしれないんですけども、飲食店はほとんどないので、補給食とかパンク修理キットとかそういったものはちゃんと持っといた方がいいと思います。そしてハイバル第1位ですね。四国で一番良かった景色はですね、四万十川になります。はい、四万十川はもう最高だね、神だね。動画で僕神ですねって言ってるんですけども、本当に神です。室戸と同じようにずっと長い距離がほぼ信号なしのフラットで超気持ちよく走れるんですけども、さらに沈下橋ですよね。沈下橋は本当にいいですよ。いわゆる走ってるところ全て絶景スポットなんだけども、その絶景スポットの中にさらに上の絶景スポットが散らばっていてですね、こんなにどこ走っても楽しいところはね、なかなかないなっていうぐらい最高のところでした。
海沿いではなく山の中を走るんですけども、ひたすらフラットっていうのもまた新鮮で良かったですね。川沿い、美しい川沿いを横目にずっと何十キロも走るのはね、神の領域レベルですね。本当に良かったです。はい、ってな感じでですね、ランキングは今回で終了でございます。で、最後にですね、特別編ということで、癖が強すぎたところをですね、ちょっと紹介したいと思います。まず癖が強えなって思ったところは、ひょうたんというお店になります。はい。秋沢ホテルっていうところに泊まりまして、そこの夜に食べた焼肉屋さんですね。なんか適当に食べに行くかってホテルの近くにあった焼肉屋さんなんですけども、ちょっと癖が強すぎる。味は正直普通かなっていう感じなんですけども、オーナーがめちゃくちゃおじいちゃんで、さらに奥さんも奥さんなのかな、それと娘さんなのかな、めちゃくちゃ癖の強い女性プラスずっと居座ってるキャバ嬢みたいな格好をした謎の愛人さらにその時だけかもしれないけど、めちゃくちゃ常連風、もうなんか週5で通ってますよみたいなおじちゃんがいたんですけども、実はそのおじちゃん初めてお店に来ましたみたいな、癖が強い人が集まりまくった焼肉屋さんでした。はい。焼肉とかもいろいろごちそうになったんですけども、また行きたいかって言ったらちょっともういいかなっていう感じの癖の強いところでした。はい。もしかしたら知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、興味がある人は行ってみてねっていうぐらいのレベルの感じでございます。ってな感じでね、今回ちょっと長くなったんですけども、今回11日間ロードバイクで四国一周してきた中で、ここが良かったなっていうところをですね、ランキング形式で紹介させていただきました。はい。もしもね、四国行く機会がある人がいれば、ぜひね、参考にしてみてください。それでは今回の動画は以上です。参考になったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、また次回の動画をお楽しみに。お疲れ様でした。